まもなく開演となりますので、今しばらくお待ちください。どうしたの？なると思った。髪の毛ね、夏で暑くても、長い方が大人っぽく見えるっていうんで、近内で、頑張って伸ばしたの。頑張って伸ばしたの。それから？それから、ね、ちゃんとスカート履いて、それぐらい。じゃあ大した努力じゃないじゃないの。僕はもうでもやっぱり頑張ってね、今こうやって3回目でもねトライしてきてくれ。月夜の海に二人の乗ったゴンドラが波も立てずに滑って行きます。朝の気配が東の空をほんのりとワインこぼした色に染めてゆく。そんな夢を見ました。あなたは時々君が好き。微笑みながらあいつに肩をすすめてもちょっと夜明け前です。さあどうかな、カメラ。また5番が70点。さあ小倉先生どうぞ。5番に小倉先生85点。他のみんなもいいよ。さあ続きまして増田先生点数どうぞ。63点が5番に来た。さあ続いて最後です。さあどういうこと？中村先生点数どうぞ。中村さん、これ99点っていうのは、本当は100点入れたんです。素晴らしいと思います。15歳でね、リズムの揺れとこう気持ちの揺れをね、今得得したってことはすごい楽しみだと思います。頑張ってください。頑張ったもんね。どうもありがとうございます。さあ、阿久先生、候補の彼女もね、もちろん今中村先生100点したけども、まだ勉強もあるでしょうし、一つだけ心配な部分っていうね、あなたが13歳から15歳になる2年間の大人のなり方っていうのはね、すごく心配なのね。多分大人の気分を備えるっていうのはそういうことじゃなくて、ね、スカートの丈が長くなったとか短くなったとか髪が長くなったとかそういうことじゃなくてね、歌の中に響いてくるってどういうことかというとね、この日常の会話、あなたが友達と話したりお父さんと話したりお母さんと話したり先生と話したりね。ガッツポーズいけ。ガッツオーライ。月夜の海に二人の乗ったゴンドラが波も立てずに滑って行きます。朝の気配が東の空をほんのりとワインこぼした色に染めてゆく。そんな夢を見ました。あなたは時々振り向きにかき微笑みながらあいつに肩をすくめてもちょっぴり眠い
夜明け前です今ずいぶん場内のカメラ持ってる子たちがね、急にキャメラがバーッと連続こっち向いたよね。さあ印象度が楽しみです。はい、スイッチオン。ほう、88、最高点数ですよね。とにかく彼女バレエを10年やってましてね、大変に体の方は鍛えてる子なんですよ。はい、それじゃあご質問いただきたいんですけども、お願いします。お願いします。中森明菜さん、とってもいいお名前ですね。素晴らしいお名前ですね。で、お伺いしたいんですけどね、この本戦までの間ね、何を一番心がけて、頑張ってきました？そうですね、やっぱり先生方に注意されたこととか、それとあとはそうですね、やっぱり一番先生方に注意されたことを中心に考えてきてました。それ覚えてますか？はい、言われた。大人になろうとして老けては魅力がなくなるのでって言われたんで、それ彼女最初にスター誕生に来た時は13歳から、頑張ってくれてたんですね。だからそういった意味じゃすごい根性のある子なんです。どうもありがとうございました。ありがとうございますか。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあ阿久先生からアドバイスお願いします。はい、あなたはとにかく史上初の99点という点数をね、中村先生がつけたぐらい、それから今日も 88% の期待度をもらってるという意味でね、もうあまり来週に向けて注意することはあんまりありません。そういった時が関係ない時にその呆然としてるところが出るように、はい、わかりました。体調で、はい、いい体調で元気に、ね、ありがとうございました。よかったんじゃないね、頑張ってよ本当に1週間。さあそれではいよいよ明菜ちゃんは本当に、前回のね下見会、パート1の時には大変な印象のパーセントがつきました。髪もあなた変えましたね。はい、彼女もね1週間なんで随分イメージ変わったなって感じが僕から受けるんですけど、歌の方もじっくり聞いてください。はい、明菜さんよろしくお願いします。月夜の海に二人の乗ったゴンドラが波も立てずに滑って行きます。朝の気配が東の空をほんのりとワインこぼした色に染めてゆく、そんな夢を見ました。あなたは時々振り向きウインカー向き、微笑みながら合図に肩をすくめてもちょっぴり眠い夜明け前です。ね、高校1年生16歳の明菜ちゃん、はい、なんか質問あったら聞いた方がいいですよ。はい、以前この番組に出た時に幼すぎるって言われたので髪型を変えてきたんですけれども、まだ幼く見えますでしょうか？幼く見えますか？剣王の小川さん。剣王の小川でございます。現在見てますとですね、幼く見えるかっていう部分では今現在では非常に年相応なですね、印象を私は受けております。はい、どうもありがとうございました。今度は最後になったね。はい、玲子ちゃん。7番中森明菜、いつも笑顔で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いい笑顔を見せてくれた。さあそれではスカートマンの皆さん、はい、札を上げていただきます。どうぞ。おめでとう。そして明菜ちゃんおめでとう。それからまだ今日札上がんなかったともまだがっかりしないで、これからね審査員の先生方からですね、審査員奨励賞、これはもうそのままもう一度決選大会に挑戦できるという資格を与えてくれるもんですからね、それを増田先生から発表してもらいましょうか。お願いします。今度は審査員特別賞はございません。最優秀賞は7番の中森明菜さんに差し上げることになります。はい、そういうことになりますね。明菜ちゃんに森田先生がトロフィーです。どうぞ受け取ってください。
当におめでとう。アク先生からお願いしましょう。はい、一人の才能にこう注目が集まるという瞬間を見るっていうのはとても楽しいもので、この番組としてもなんかこう久しぶりなんですね。たくさんの人がこうバーッと一人の人に挙手をしたっていうのは、なんかこれで番組自体にも非常なこう勢いがついたような気がして非常に嬉しく思っております。それから中森さんはね、これだけ大勢の人があなたが素敵だというふうな一つの結果を出してくれたんですから、その期待に応えるようにのびのびと自分のものをね大きく育てるために、日常の生活から、魅力的な女の子であるためにはどうしたらいいかという、そういう生活をしてください。そしたら魅力的な歌手にはどうしたらなれるかという答えもね同時に出てくると思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今の言葉しっかり覚えてください。明菜ちゃん、ずいぶん長いことみんな応援してくれたみんなに心からのお礼を言いましょう。いいですか。はい、大きな声で3、4、ありがとうございます。どうぞ拍手を送ってあげて。 OK、 おめでとう。頑張れよ。はじめまして、中森明菜です。5月1日にワーナーパイオニアからスローモーションという曲でデビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なんかさっきから深呼吸を何回もしてるけど上がってるの？上がってます。すごくダメです全然。今の衣装ってこれ本番の衣装？全然まだ作ってくれてないんで。作ってください。すいません、できてないんです。すいません。そうですか。はい。はい、じゃあ歌ってください。砂の上刻むステップ、ほんの一人に遊び、振り向くと遠く人影、渚を立ててくる。不意に背筋を抜けて恋の予感、甘く走った出会いはスローモーション、軽いめまい誘うほどにこんにちは、中森明菜です。5月1日スローモーションでデビューいたしました中森明菜です。今日は本当にこんなもう暑いところ本当にどうもありがとうございました。私本当に晴れ女なんですね。で、自分が楽しみにしてる日っていうのは前の日がすごい雨でも必ず晴れるんです。で、いつも災害の日とかはすごい晴れになっちゃってね、みんなに熱い思いさせちゃうんですけど。砂の上
恋のような甘く走った誘うほど出会いはスローモーション瞳の中きっと足先ゆっくりよその後隠した唇吹くわだけ夏の恋の現れたのこんなスローモーション心だけが先走るあなたのラブモーション待つ言葉に感じるわスローモーション恋の景色賑やかだわ出会いはスローモーション恋の速度夕朝に砂の上刻むとどうもありがとうございました。アキラさんにもう一度拍手をお願いいたします。なんかやってるのにクモの巣の中で歌ってる感じになっちゃいましたけど、これだけたくさんのお客様、今日ねファンの方々集まってくれました。こちらのお客様に一言ご挨拶お願いします。ごめんなさいね、いろいろ。こんにちは、中森明菜です。さっきまで晴れてたんですけど、ちょっと雲が出てきて曇ってきちゃったんですけれども、元気ですか？さっきどうかしたんですか、なんか。いや、吹き出してた子がいたんで、私も吹き出し。いいですね。今のはデビュー曲のスローモーションですけど、はい、そうです。デビューして何ヶ月ぐらいになります？デビューして5ヶ月。ちょうど5ヶ月、6ヶ月ですね。ああ、そうですか。の半年の間に変わったことたくさんあると思いますけど、やっぱりどんなことが変わりました？そうですね、やっぱり前の生活とほとんど違うと思うんですけど、ただ同じなので、私もモグラの生活をしてたんです。モグラ？学校から帰ってきて、今だとうちでずっとテレビを見たりとか、
友達と家で遊びに行くとか、外に出なかったんですよ、家の中での過ごし方。だから今暇な時になると家にいるし、それはいいですね。あ、そうですか。じゃあ季節といえば夏より冬の方が好きな方。いや、夏が大好きなんですけど、暑さに弱いんですよ。夏の方がすごく好きなんですけど。今日昼間暖かかったんですけどね。暑かったんですよ。冬の格好してきたんで。やっとちょうどいいぐらいに風吹いてきて、よろしいじゃないですか。そうですね。せっかく薄いのに着替えてきたら日が落ちてるっていう。今日はグレーのお召し物でございますけど、色ではどんな色が好きなんですか？私は本当は白が好きなんですね。だから白は夏が好きなんで、夏にはほとんど白着てるんですけど、冬は大体黒とかグレーとかそういう暗い色、暖かい色。ああ、セーターとかそういうのいいですね。はい、ということでね、次の曲いきたいと思いますけど、ファーストアルバム。はい。何ですか？プロローグの中から2曲ほどお願いしたいと思います。それでは銀河伝説、A型メランコリー、続いて2曲どうぞよろしくお願いします。教えてほしいです。見つめ合うだけど卒業後あって言われた胸の僕があなたのせい、あなたのせい、星が交わるとエピソード二人飛び乗る人間列車にいつのバスしすぶる波を尽くすほどに乙女さんは三つの年の差があなたをそれ以上不思議にさせるのです予感を決めたあなたになら星が交わる時のこのエピソード二人重なる一つの空に神話が生まれます予感を秘めたあなたになら、あなたになら星が交わるとき愛情のエピソード二人重なる一つの空に神話が生まれますどうもありがとうございました。ごめんなさいね、ちょっと音響の方の機械のね、調子が悪かったので、すいませんです。
イエーイということですけどね、ちょっと歌いづらかった点がありまして、お詫びいたします。皆さんも聞き苦しかったと思いますけど、ということでね、今のはファーストアルバムの中から2曲だったんですけどね。はい。どうしたんですか？誰かゴミ投げました。ゴミ投げちゃダメですよ。はい、返しときますからね。ということでですね、今月の27日に、今度は第2弾のアルバムが出たそうなんですけど、タイトルの方はバリエーションです。バリエーション、もう皆さんご存知だと思いますけどね、このバリエーションというのはタイトルに何かこうあるんですか？名前いろんなものにチャレンジしたつもりなんですけどね。作曲作詞の方もいろんな方ね。そうです、この間この前のプロローグとやっぱり違うのを作ろうとしてるんですか、作ったんです。いろいろな曲があるということでございますけどね、何しろ今月の27日に出されました。今日もね後ろの方で売っておりますので、よろしかったらねお買いにお立ち寄りください。はい、ということでね、僕ばかりね質問してるとね、なんとなくおじんくさいってみんなに言われるんで、ちょっと前の方のお客さんだけね代表してね、後ろまで行けないから前の方のお客さんで質問あるからちょっとね手を挙げてください。じゃあ君大きい声で身を乗り出してちょっと言ってください。はい。言えたいと思いますか？知りたいですか？すごく嬉しいです。お友達、ずっとお友達でいてほしいです。ということでございますけどね、今日もね会場整理の支援隊の皆さん一生懸命やってくれてます。本当にねありがたいね人たちですけど、他にもう1問ぐらいいっちゃおうかな。はい。いないかな。今度は前の方でいないですか？じゃあ後ろの方で大きい声で喋れる方。じゃあそこの赤いお洋服をね着た方。聞こえないですよ。初恋はいつですか？初恋はいつですかということです。聞こえましたよ。私は小学校の2年生の時だったと思うんですけど。じゃあかなりお早いの方っていうか。そうですね。どういう声だったんですか？よくあるパターンなので、転校生で隣の席の男の子なんです。でねそれで1年間だけでね腰取っちゃったんですけどね、案外丸顔でね目が細くてね。丸顔で目が細い。でもすごい皆さん自分だと思わないでくださいよ。すごく威張った子でしたよ。よく喧嘩なんかしました？喧嘩ばっかりしました。懐かしの思い出でございますけどね。はい、じゃあね最後にもう1問、最後ね、じゃあ女性の方ね、じゃあ僕いきます。ここまで。スターの中では誰と仲なんですか？私は大体お仕事で一番よく一緒になる人と話すので、川田敦子さんとか宇田弘子さんとかとよくお話ししますけど、そんな中学の時の友達とかね、あのぐらいまでいつも出てきたりとか、そういうのはまだないですけどね。はい、ということでございます。さてですね、そうそうですね、最後の曲になってまいりました。お願いしたいと思うので皆さんご存知でございます。ベスト10、トップ10、そして優先放送いずれも第3位と。星に似ている青いあれ、視線が眩しい。思わせる唇濡らし、きっかけぐらいはこっちで作ってあげる。普通の17歳だわ、女の子のこと知らなすぎるのあなたに。掃除来るのは仕方ないけど、似たようなことを誰でもしているの。じれたい、じれたい、いくつに見えても私誰でも。じれたい、じれたい、私は私よ関係ないわ。
特別じゃないどこにもいる私少女へ傷ついてあなたを思えば胸の高鳴りが熱いなのに眠かしてお声に出せる重なれ時は少女を大人に変える次の心は一つじゃないのにるする唇かすかに震えてるいくら言うほどドライじゃない本当は臆病分かってほしいのあなたじれたいじれたい結婚するとかしないとかじれたいじれたいそんなのどうでも関係ないわ特別じゃないどこにもいる私少女へじれたいいくつに見えても私誰でもじれたいじれたい私は私の関係ないわ特別じゃないどこにもいる私少女へどうもありがとうございました。それでは、ファンの方々最後にお一言お願いいたしたいと思います。今日は2回目なんですけれども、またぜひ、機会があったら来たいと思ってますので、今度来た時にもまた、暇があったら来てくださいね。今日も本当にどうもありがとうございました。忙しいところどうもありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ご利用ありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしてます。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。